実験大好き MNU です。今回はアマチュア無線を飽きた時にぜひとも見ていただきたいもう一つの楽しみ方、たくさん紹介していきたいと思います。見方が変われば楽しみ方も無限大です。アマチュア無線、想像以上に奥が深い趣味となっております。ぜひともね、参考にしていただければと思います。全く違う周波数で楽しむ、これもね、一つの方法だと思います。アマチュア無線ですけど、ライセンスが必要な無線となります。そのため他のライセンスのないような無線と比べますとね、非常に出れる周波数が広くなっております。私の経験上なんですけど、144、430メガあたりでね運用されている方っていうのは飽きてしまうのが早いんじゃないかなと思っております。ぜひともね、そういう方はHF 別名短波ですよね。ぜひとも短波のね世界というのもねご経験いただければと思います。短波はね、とにかくよく言われる電磁層ですよね。もう地球の周りにあるこの自然に発生する電磁層、これを生かして遠方と QS をするということになります。日本国内はもとよりもう海外ですよね。アメリカとかヨーロッパ、アフリカとかもね、これはねQS をすること可能となっております。QSO がやりやすい都市、やりにくい都市っていうのもあるんですけどね、まさに自然現象との戦いとなりますが、国内海外ともね簡単に QSO が楽しめる傾向ですのでね、ぜひともね短波っていうのもね運用するための周波数にね含めていただければと思います。で、昔と違いますのはね、無線機1台で 1.9 メガから430までオールモード、オールバンドでカバーするっていう無線機がねたくさん発売されております。昔ですとね、この周波数をカバーしようと思いますと3台、いや4台かなっていうぐらいの無線機いった時代もあったんですけど、今はねもう1台でカバー可能となっております。で、問題はね、何を言うても無線機がカバーできてもアンテナはね1本でカバーすることは実質不可能となっておりますので、アンテナの確保、ここがね一番問題じゃないかなと思います。短波と言いましてもたくさんの周波数があります。実際これによって国内と QS をしやすい、海外と QS をしやすいっていう周波数が当然あるんですけど、7MHz がねなんとか出れるようにね努力していただければね一番楽しいんじゃないかなと思います。こちらの方の 7MHz は国内もう各局がもう絶えずね待機しているような周波数になっております。非常にね国内と安定して QSO できるっていうのがね一つの目玉となっております。短波の中でも人気のあるバンドです。昔20年、いやもう30年前ですかね、ですとね、だいぶ斜めがもうすでに変化しております。まず周波数が以前ですと100キロしかなかったのが今はもう200キロ確保されております。倍広がっておりますんでね、非常にね運用しやすくなっております。残念ながらハム人口も減ってしまいました。運用局数もね大幅に減少しているような状況です。マナーのいい局長さんも増えてきております。のんびりとね QS をされております。で、ただ問題がね、波長が40メーター、ここがね皆さん一番のネックになるんじゃないかなと思います。バーチカルアンテナ、棒一本のアンテナですよね。もうあくまでもこれは私の経験上なんですけど、できればね5メーター、短縮率 50% がね確保できるのか、これがねいろいろと問題となると、そのキーワードとなりますのが、車から運用したり、屋外ですよね、移動運用とか楽しんだりっていう流れでね、結構この辺をね皆さんいろいろと工夫しているのがね現状じゃないかなと思います。運用モードを変更すると QSO をする相手っていうのもね同じ方ばっかりになると思います。で、なおかつ最近ですとね、長距離通信が可能な、デジタル通信ということで FT8 と言われるものがねもう本当にね非常に増えてきております。ぜひともね SSB、FM に FT8 をね加えながら並行してね楽しまれている方も結構多いような傾向です。FT8 っていうのはねもうデジタル通信の特徴を長距離通信にね最大限に生かしたような変調をかけられております。耳で聞いても聞こえないような S メーターなど全く振らないようなね信号でも本当に QS ができると、まさにこれぞデジタルみたいな流れなんですけどね、デジタルの長距離通信に特化しているっていうのがねこのすごい FT8 のね特徴となっております。基本はね90秒で QS を完了、もう明らかにとしております。本当にねキーボードを叩くと全部自動で動きますので90秒で QS が終えるような流れとなっております。ですのでDX が主体とはなってるんですけど、実際ね7メガとか2メーター、50メガでも国内 QSO とかローカル QSO でもね直接波でどこまで飛ぶのかみたいな形で結構ね各局さんがね楽しまれております。ぜひともね
賛否両論いろんな意味合いでねこの FT8 っていうのは難しいとは思うんですけど、ただこれからねこの変調をね無視には語れないと思います。ぜひともね FT8 っていうねキーワードで探していただいてご関心持っていただければねアマチュア無線の楽しみ変わってくるんじゃないかなと思います。でなおかつこの FT8 なんですけど、コンディションの把握に使われている方も結構多いんじゃないでしょうか。私もそうなんですけどね、自分の電波がどこまで飛んでいるのか、電波の飛んでいる状態というのがインターネット経由で集められてね特定のサイトで見ることができます。自分の電波がね山を越え谷を越えていってこんなとこまで飛んでるんだなっていうようなね新しい体験もありますので、ぜひともね、QS をできるできないと、あとどこまで飛んだのか、それが結構ねいろいろとモチベーションアップにもつながると思いますので、ぜひともね確認っていう意味合いでもねこの FT8 結構使えるんじゃないかなと思います。アンテナのアップグレード、もう本当昔でしたらねこれが一番コテコテのパターンだと思います。例えばね無指向性の GP 使えている方がねヤギアンテナに変えたりするとね結構感動したんじゃないかなと思います。回すとね急に信号がふわーっとこう浮かび上がってくるところはねほんと神秘的だったと思うんですけどね、問題はやっぱりこの指向性のアンテナを取り付けるためのタワーですよね。昔ですとねこの屋根馬結構皆さん使えてたと思うんですけど、今はね家の構造が変わってしまいまして屋根馬も立てにくくなってきております。でタワーにつきましてもね以前ですとねもうあっちこっちに生えてたと思うんですけど、最近はねもうタワーっていうのも立てにくい、目立つ、あと片付けるのが大変っていうので、都市部ではねもう以前ほどタワー立ててる姿も見たこともないので、今はねちょっとこれやりづらいパターンじゃないかなと思います。で送信出力のアップ、昔に比べますとねとにかくこの1級のアマチュア無線技師がねものすごくもう取りやすくなりました。もう電信もなくなりました。実技ないですね。あるのは紙に書かれた頂点と短点を文字に起こすだけっていうなんかありえないんですけどね、もう実際それがもう試験となっております。1もそんなに難しくない、ちょっと勉強すればね大抵の方が通るんじゃないかなと思います。でなおかつね 200W まではね比較的簡単に免許を下ろしていただけるようなね環境もできておりますので、このパワーアップっていうのもね確かに方法としてはね有力候補じゃないかなと思っております。ただし実際はどうなんでしょうかね。私もそうだと思うんですけどね、やっぱり汎用性が高い、要するに移動にも持ち出せるっていうことでね意外と 50W ぐらいにねとどめている局長さんも多いんじゃないでしょうか。 50W ですとね電源の確保も簡単。 50W の無線機っていうのは先ほどあった 200W の無線機っていうのはねちょっと高級グレードの内定を対応してないんですけど、 50W100W はね安いモデルの無線機で対応しておりますのでね、そういう意味合いで無線機も安いということで50W ぐらいでねのびのび QS をされている方がね結構多いのが実態じゃないかなと思います。運用場所を変える、基本運用場所を変えると言いましても昔ですとね高い山に登ろうとか言うとね結構私も頑張ってた時代があると思うんですけど、今はね結構皆さんもっとお手軽なところを狙われている傾向が強いんじゃないかなと思います。例えばですと本当に河原ですよね。周りが見渡せる河原とか周りが見渡せる駐車場ですよね。例えばですと、ショッピングモール街の屋上とかにね駐車場あると思います。そういうとこからもね結構のんびりと QS をされている方結構増えてるんじゃないかなと思います。自宅のねもうロケーションが悪いで十分なアンテナがね設置できないっていう方はアンテナを工夫したりする方法いろいろとあると思うんですけど、手っ取り早くはねやっぱり場所変えた方が早いっていうのが正解だと思います。やっぱり場所に勝るものはございませんので、発想を変えましてねぜひとも手軽な移動運用っていうのもね選択肢として含めていただければと思っております。特別な機器は何も必要ないと思います。ご自宅に使えてるね無線機を車に乗せてバッテリー使えばねだいたい 1.9 から430メガまで 50W はね簡単に移動可能だと思います。私の動画の方でもねその方法をご紹介させていただいておりますので、ぜひともね無線機を買わないと移動運用ができないってね思ってしまいますとなんかねためらうものがたくさんあると思います。手持ちの機器もね有効活用するっていう方向でねぜひとも移動運用を考えていただければと思います。アンテナにつきましてもね車だからモービルホイップと思いますとね金具の取り付けで実際にね同時ケーブルをどう引き込む、電源をどう取ったらいいんだって言うてね結構モービル運用っていうのは大変なんですけど、車から電源取ろうと思うと最近大変ですけど電源取らずに
バッテリーオンリーで考えればね、で充電は自宅ですると思ってしまえばますます簡単になります。柔らかく考えていただいて運用するのも一つの方法だと思います。とにかく最近はね、この車を使ったお手軽な運用っていうのがね、結構増えてるんじゃないでしょうか。こちらの方の引導が下になりますと、自宅からももう無線機下ろしたりするのもめんどくさいからっていうので、もう車から運用されてる方もおられるってね、ご視聴者からもご報告いただいておりますので、私もね、里に帰った時にはね、車にアンテナとかね、AC100V を引き込んでやったりもしてるんですけどね、意外と時々しか自宅でしかしないようでしたら、車から運用すると、駐車場から運用するのもね、ありじゃないかなと思っております。宇宙を目指す。以前からアマチュア無線専用の人工衛星っていうのがね、もう定期的に打ち上げられておりますけど、最近はね、やっぱり宇宙に対する研究ということで、手軽に使えるね、人工衛星っていうのが結構上がってきております。特に最近はね、この FM ハンディ機でね、FM のハンディ機でも QSO できるぐらいのね、衛星っていうのが多数上がっておりますので、ぜひともね、簡単な設備、ちょっとしたヤギアンテナっていうんですかね、3エレ程度のヤギはあった方がいいと思います。これもね、別の動画とか別の方もしてるとは思うんですけど、ハンディ機のホイップではちょっとね、受信だけで送信はしんどいとは思うんですけど、ちょっとした設備でね、結構簡単に楽しめます。1回あたりがね、実際はまあ5分からできて10分ぐらいだと思います。宇宙からの信号っていうのは聞くとね、結構これワクワクするっていうんですか、ふわーっとこう信号が上がってくる感じっていうのはまさにね、電波の夜明けじゃないんですけどね、聞きますとね、非常に印象深いものがありますので、ぜひともね、気分転換と思ってしていただくのがいいと思います。多分衛星通信だけされている方っていうのは実際少ないと思うんですよね。私のローカル局も時々衛星をしているから楽しいみたいな形で時々されておりますので、できるだけね、人工衛星を使った通信っていうのは結構癖もありますので、時々っていうキーワードでぜひともね、ご興味持っていただければと思います。アンテナ作り、アマチュア無線化のものづくりの聖地となっているのが今アンテナじゃないかなと思っております。アンテナぐらいでしたらまだね、自作してもね、結構実用性が高いものが作れるんじゃないかなと思います。材料の入手もね、そんなにこだわらなければ簡単な材料、私のね、動画のサイトでも何本か上げております。アンテナの自作っていうのもね、やっぱ手を使う、考える、ちょっと苦労するっていう要素にもなってきますので、ぜひともね、ものづくりイコールアンテナっていうことでね、少しでもご興味いただいて挑戦していただければと思います。やはり自分で作ったね、アンテナから電波が飛ぶと楽しいと。で、電波が飛ばなくても諦めがつくって意味合いでね、ぜひとも試作っていうのはね、いい経験になると思いますのでね、ぜひともご挑戦いただければと思います。無線機の修理。私のね、チャンネルでも何回もご紹介させていただいている内容になるとは思うんですけど、無線機のね、作るっていうのはもう非常に困難です。とにかくね、もう作ることはまず現状はね、不可能に近いような状態になってきてるんじゃないでしょうか。コスト面とか技術面でもね、あまりにもハードルが高くなってきました。修理の方はね、比較的簡単な傾向になっております。極端な例なんですけど、1万円ぐらいで購入できる結構いいね、無線機っていうのが今たくさん出てきておりますので、ぜひともね、その1万円の無線機を買っていただいてね、ごちょごちょと、修理、調整を楽しむと、結構ね、実りある時間が過ごせるんじゃないかなと思います。実用に耐える無線機っていうのがね、いっぱい中古にも入ってきております。1万円で修理した無線機っていうのもね、実際ほとんどの無線機っていうのはもう十分にね、この運用に耐える無線機になると思います。それをね、格安で価格で手に入れることもできますし、なおかつね、手続きすれば簡単に設備として追加することもね、古い無線機でもできます。そっちの方はね、まだ後日紹介しようかなと思いますけど、手続き踏めばね、現在でも使用可能な無線機が多数ありますので、無線機の修理っていうのもね、楽しみの中に一つ加えていただければと思います。あと、楽しみと組み合わせる。これがね、実は一番流行している傾向じゃないかなと思います。登山しながら高い山からね、軽く移動運用を楽しむ。軽くですよね。メインはやっぱり登山だと思うんですけどね、そこから軽く移動運用するね、ソータっていう呼び方で多分正しかったと思うんですけどね、私のローカル局もね、している方おられるんですけどね、これ世界的な取り組みでね、ハマってる方が結構多いような傾向になっております。道の駅、漁港。昔でしたらね、JCC とか JCG とかね、村とかね、グリッドロケーターともあったと思うんですけど、今はね、逆にこの道の駅とね、
漁港が結構ね人気あるんじゃないかなと思っております。いろんなものをねターゲットにしてアワードっていうんですか、更新できましたよっていう証明書を出すのがね結構ね好きな業界でもあると思うので、ぜひともねこういうところ狙っていただくのも一つの手だと思います。必ずね移動局は移動局で楽しみがあってね、結構な費用かかるとは思うんですけどね、結構熱心にね皆さんこう全国回られてる局もおれば、逆にね呼ぶ側呼んでいただかないとね移動する方も面白くないと思うんでね、共にねウィンウィンの関係になっているっていうところがね、またこのアマチュア無線のね楽しいところじゃないかなと思っております。まとめの方をさせていただきます。もう現代人用事が多い、やらんといかんことがたくさんあるのがもう本音だと思います。楽しみ方もたくさんあると、もうはっきり楽しみはもう山のようにあります。同じことばっかりするとね人間すぐに飽きちゃうっていうのが本音じゃないかなと思います。飽きてねコロコロ趣味変えていくのも一つの方法だとは思うんですけどね、できればねやっぱりいろんな趣味、別に先ほど紹介したのもあくまでも一例です。今やってる何かの趣味とねこういうアマチュア無線を組み合わせていただいて、工夫がやっぱり一番重要だと思うんですよね。こんな YouTube 見て人の真似しちゃったって何の前進もないと思うんでね、それを見ながら自分でさらに工夫していただくと、それがね一番重要じゃないかなと思っております。でアマチュア無線やっぱ人との出会いもね本当に多いと、最近ですとね、こういう情勢です。人と直接は会いにくいっていう傾向はあるとは思うんですけどね、この FT8 先ほども説明させていただいたデジタル通信、寂しいなっていうんでね、私もそうなんですけどね、デジタル通信よりはやっぱり SSB の方が楽しいなと思ってるのが私の傾向でもあるんでね、やっぱりそれもね一つの出会いだと思いますのでね、ぜひともね直接会わなくても声で話すっていうのも出会いだと思います。そういうのもね多いのもねアマチュア無線の楽しみだと思います。ネット上にはね本当に多数の情報 OM さんが挙げられていると思います。で選択肢もたくさんあります。有意義なね時間を過ごす方法としてねアマチュア無線も一つ加えていただきながらね、もういろいろとねアマチュア無線始まりでね先ほども説明した楽しみっていうのもねほんの一例だと思います。もっとたくさんのね楽しみ方されている方もいるとは思うんですけどね、アマチュア無線イコール QSO をただ楽しんでるだけって終わらせてしまいますとね本当に面白くないと思いますので、ぜひともね皆さんその辺含めて工夫していただければねもっともっとね面白い趣味さらにね増えてくるんじゃないかなと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。